少女2人を誘拐しバラバラにした男。凄惨な犯行に及んだ男の身勝手な欲望とは。2007年12月25日、韓国キョンギドアニャン。遅いわね。女性はすっかり薄暗くなった外を眺めながら不安げにそうつぶやきます。彼女が心配しているのは遊びに出かけた10歳の娘イ・ヘジンちゃんの帰宅が遅くなっていたため、親子水入らずで過ごすクリスマスの日に小学生が夜まで帰ってこない、その状況は明らかに不自然でした。母親はそこからヘジンちゃんと遊んでいたイェスルちゃんの自宅へ連絡すると、ここで驚愕の事実が発覚するんです。イェスルちゃんも帰ってないんですか？小学生2人が揃って姿を消す異常事態に警察はすぐさま捜査を開始。そしてこの3ヶ月後、2人の少女はバラバラ遺体となって発見されたんです。ある日突然姿を消し、バラバラ遺体となって発見された2人の少女。なぜ彼女たちは殺されなければならなかったのか。犯人が抱えていた心の闇は、女性とまともに向き合えない心の弱さだったんです。サスケンちゃんです。やみやみこんです。僕最近ね、涙の女王っていうドラマ見てるんです。知らない。何それ。仮面夫婦っていうのかな。社長令嬢と結婚したね、婿入りしたね、男がいるんですけど、なんでそんな自信なさげなのや。ちょっと忘れてもっと自信満々に話してもらわないと困るわよ、ちょっと。でね、幸せになりました。わかりやすいです。今回ご紹介するのは韓国で起きた凄惨な殺人事件、アニャン小学生拉致殺害事件について。小学生の少女2人が誘拐されバラバラにされてしまったという非常におぞましい事件です。聞いただけでさ、かなり胸が痛む事件だし、か弱いのをターゲットにして狙ってる犯人もほんと許せないわね。子供ばかりをね狙っていたのもそうだし、犯人のね逮捕後の振る舞いにも批判が集まったんです。クリスマスを迎えたその日、少女たちは突如その姿を消してしまうんです。帰らない2人。2007年12月25日、韓国キョンギドアニャン。クリスマスの夜、女性は時計を見上げ不安げな様子でつぶやきました。遅いわね。女性が心配していたのは10歳の娘イ・ヘジンちゃんの帰宅が遅くなっていたため、その後ヘジンちゃんよりも先に父親が帰宅。いても立ってもいられなくなった母親はその日ヘジンちゃんと遊んでいたイェスルちゃんの自宅へ電話をかけたんです。イェスルちゃんも？イェスルちゃんの家族の話を聞いた母親は事態が想像以上に深刻だということを察しました。なんと娘と一緒に遊んでいたイェスルちゃんもまだ帰宅していないというんです。その日の深夜、家族は2人の少女の捜索願いを提出。捜査には約2万4000人が動員され、約8000世帯への聞き込みが行われました。加えて住宅街の屋上や地下室、浄化槽、マンホールの内部にまで及ぶ徹底的捜査が行われますが、2人は3ヶ月もの間発見されなかったんです。捜査に進展があったのは2008年3月11日、隣町のスウォン市の山中で訓練中の兵士がそれを見つけてしまうんです。大変です。これ人の頭じゃないですか？地面から露出していたのは、そう、失踪したヘジンちゃんの頭部。30センチの深さに埋められていた彼女の遺体は十数箇所をノコギリで切断されたあまりにも無残な状態となっていました。さらに2週間後にはアニャンから数キロ離れた埋め立て地の工事現場でもう一人の少女イェスルちゃんの遺体が発見されます。くしくも同じ時期に2人の少女は変わり果てた姿で家族の元へ帰ることになったんです。これは2人同時に誘拐して殺したってこと？普通さ、1人でいるところを狙うものじゃない？誘拐犯って。不思議な犯行ね。そもそもね、犯人がどんなやつだったのか、そしてなぜ少女たちを狙ったのかっていうのが分かんないですよね。しかしですね、逮捕された男はそれらについて一切真実を語ろうとはしなかったんです。その後、警察は事件当日に近隣で借りられていたレンタカーの記録やトランクに付着していた血痕から犯人を特定。逮捕されたのは少女たちの近所で暮らしていたチョン・ソンヒョンという男。ソンヒョンはおとなしく連行されたものの、当初は殺害容疑も少女2人との面識も否定。証拠の数々を突きつけられるとようやく犯行を認めるのですが、その際の供述も事実とは思えないものでした。2人を車で引いちまって隠蔽のために遺体を埋めたんだ。交通事故の兆候が見当たらないと警察が追及すると、ソンヒョンはようやく2人を誘拐殺害した事実を自白。しかしその後も不誠実な態度は続きます。子供たちが可愛くて頭を撫でてあげたのに反抗したから殺したんだ。たまたま姿を見かけて肩を叩いたら大声を出したから殺したんだ。そう、殺人容疑から逃れられないと分かった後もソンヒョンは言い分を二転三転させ、本当の動機を語ろうとはしなかったんです。
知らない男に触られなんてしたらさ、どんな小さい子でもびっくりして声出すわよ。いやもう言い訳がめちゃくちゃすぎる。意味のわからないね、言い逃れをするのは、うん、本当の動機を語ったらね、罪が重くなっちゃうからという身勝手な理由なんです。ソンヒョンは幼少期の経験から他の人にはない異常な欲求を抱えていたんです。愛情の渇望。1969年7月14日、ソンヒョンはチョンチュンナムとポリョン市で生を受けます。そしてソンヒョンの人生は幼少期から恵まれたものとは言えませんでした。このクソガキが酒を飲んでは暴れる父親。さらにソンヒョンは同級生からいじめにあっており、家にも学校にも居場所がなかったんです。そんなソンヒョンにとって唯一の救いが、父親に暴力を振るわれた時いつも優しく慰めてくれる母親の存在。しかし母親はやがて父親の横柄な振る舞いに耐えられなくなり、両親は離婚。心の拠り所を失ってしまったソンヒョンは強くこう思いました。母さんは僕たちを捨てたんだ。その後父親は別の女性と再婚。両親は新しく生まれた子供をひいきにし、ソンヒョンはさらに孤独感を強めていくんです。僕はまた捨てられるかもしれない。このようにソンヒョンは家庭に多大な問題を抱えていましたが、学校での成績は優秀で、大学はコンピューター学科を卒業。卒業後はコンピューターの組み立てや運転代行などの仕事で生計を立てながら、至って平穏な日々を送っているように見えていたんですが、家でも学校でも邪険に扱われてることがトラウマになってそうなんだけど、それが原因で何か問題を起こすってこと？ソンヒョンはですね、居場所がなかった幼少期の経験からですね、ある特定の対象に対しての執着っていうのを強めていったんです。その執着はしばしば問題行動につながるほどのものだったんです。対人関係に多少問題はあるものの、真面目に仕事をこなし社会に順応していたソンヒョン。しかし人には見えないところで彼の人格は着実に歪んでいっていました。1998年8月、ソンヒョンはストーカーと暴行の容疑で逮捕されたんです。知人女性にストーカー行為を働いていたソンヒョンは、そのボーイフレンドに暴行、全治4週間もの怪我を負わせ、懲役8ヶ月の刑を下されます。そう、ソンヒョンはその心の中で女性への異常な執着を募らせていたんです。幼少期の両親の離婚により唯一の救いだった母親を失ってしまったソンヒョン。その経験がきっかけとなり、彼はとにかく女性から愛されることを求めたんです。結果ソンヒョンは3人の女性と交際しますが、いずれの女性からも最後は一方的に別れを告げられます。おそらく異常なまでに自分を求めてくるソンヒョンの振る舞いは女性たちにとっては重すぎたのでしょう。そして迎えた2006年、ソンヒョンは同棲していた女性を肝臓病で亡くしてしまいました。たとえ自分に落ち度がなくても結局は離れていってしまう。そんな別れの経験で彼は完全に壊れてしまったんです。どいつもこいつもそうだ。女はみんな俺を置き去りにする。女性への異様な執着はやがて憎しみへと変わり、そして同時にソンヒョンには新たな欲求が生まれました。37歳を迎えた彼がこの頃夢中になったそれは児童ポルノでした。警察は少女2人の殺人事件でソンヒョンを逮捕した際、彼の自宅 PC から約1400ものポルノ動画を発見。その中でも1000個以上が児童ポルノに該当し、特別にフォルダが用意されているほど。そして警察がこの件でソンヒョンを問い詰めると、彼はまるで当たり前かのようにこう言い放ったんです。誰だって持ってますよ。刑事さんだってポルノを見るともっと刺激的なもの欲しくなるでしょ。誰だって持ってるって何言ってんのこいつも。普通持ってないから犯罪なんじゃないの。ソンヒョンはね、女性にトラウマを抱えていたわけなんですけど、なぜそこから児童ポルノに興味を持ったのかっていうところなんですよ。実はこれですね、性的欲求によるものではないんです。というわけで本日のメタラキーワード、チャイルドマレスターについて。チャイルドマレスターとは、子供に対しみだらな行為を行う大人のこと。主に子供を手なずけるグルーミングや誘拐などの方法で児童への性加害を強行する人物を指します。チャイルドマレスターは子供に性的な興奮を覚えるペドフィリアとはまた異なるんです。加害者の多くは抵抗されにくいために子供を狙っており、その中には同年代の相手と関係を結べないために子供をターゲットにするものも。同年代の女性にことごとく逃げられてしまったソンヒョンは、抵抗できない子供へと興味の対象を移していったんです。抵抗されたくないから子供を狙うってさ、子供に性的興奮を覚えるやつより立ち悪いわよ。実際ね、児童性犯罪者の多くは実はペドフィリアではないんですよ。そして奇妙なのはですね、多くの誘拐犯が子供が一人のところを狙っていくんですけど、ソンヒョンはですね、少女2人を同時に連れ去り誘拐している点なんです。一体彼はどのようにして2人を同時に連れ去ったんでしょうか。子犬を見てくれ。
少女2人が失踪する当日の2007年12月25日、ソンヒョンは朝7時に運転代行の仕事を終え、大学時代の先輩と酒を飲み交わしました。午前11時頃にはすっかり酔った状態で帰宅したソンヒョン。彼はそこからシンナー代わりにボンドを吸引、さらに気分を高揚させた後、眠りにつきました。そして夕方、目を覚ましたソンヒョンはぼやけた感覚のまま近隣を徘徊。この時目に飛び込んできたのが、彼の自宅前の道を歩いていたヘジンちゃんとイエスルちゃんだったんです。あ、ソンヒョンおじさん、こんにちは。やあ、二人とも、クリスマスプレゼントはもらった？ヘジンちゃんとイエスルちゃんは、街角で出会ったソンヒョンと警戒する素振りもなく話し始めた。そう、ソンヒョンは二人にとって近所のおじさん。少女たちとソンヒョンは顔見知りだった。ただこの日のソンヒョンは、酒とボンドの影響で足取りがおぼつかず、少女たちの目にも挙動不審に見えた。どうしたの？イエスルちゃんは不思議そうに尋ねるが、この次のソンヒョンの言葉でその疑問も吹き飛んでしまう。実は、うちの子犬が病気なんだ。よかったら見てくれないかな。心優しく純粋な少女二人がその言葉を聞いて断ることはできなかった。二人はソンヒョンの頼みに快く応じ、彼の自宅まで着いていた。そして玄関先に着いた時、少女は異変に気がついた。おじさん、子犬は？そう、玄関から家の中を覗いてもそこに子犬の姿はない。ソンヒョンの言葉が嘘だと気がついたその時にはすでに手遅れだった。二人の少女を家の中に押し込むと、素早く玄関に鍵をかけたソンヒョン。助けて助けて！ソンヒョンは必死に助けを求める少女に馬乗りになり、その体をもてあそび始める。その最中、彼はふと思った。やべえ、バレたらどうしよう。酩酊状態だったため、勢いに任せ少女二人を自宅に連れ込んだソンヒョン。少女が騒ぎ出したことで、彼は急に我に返ったんです。焦ったソンヒョンはイエスルちゃんの胸を押さえ、鼻と口を強く塞ぎました。そして彼女が動かなくなると、もう一人のヘジンちゃんも同様の方法で窒息死させてしまうんです。少女二人が亡くなったのを確認すると、ソンヒョンは自宅から離れた位置の金物屋へ向かい、ノコギリを購入。二人の遺体を解体してレンタカーで運び、それぞれ別々の場所に遺棄したんです。遺体の遺棄が済んだ後は中華料理店で食事をとり、翌日には知人のパソコンを修理。凄惨な犯行を犯しながらも、ソンヒョンは何事もなかったかのように日常に戻っていきました。バレたらまずいって気づいた時点でさ、止める手段もなかったわけ？ソンヒョンにはですね、殺してしまえばね、逮捕されない自信があったんですよ。取り調べの結果、ソンヒョンには少女2人の殺害以外にも余罪が判明。事件の4年前、彼は口論になった女性を殺害し、少女たちと同じようにバラバラにして遺棄していました。少女たちに騒がれ、とっさにバラバラ殺人で隠蔽しようとしたのは、その経験があってのことだったのです。2009年2月26日、3人を殺害したソンヒョンに下された判決は死刑。そして死刑を言い渡された後も、ソンヒョンが反省することはありませんでした。彼は担当刑事に、取り調べで脅迫された、冤罪だと日本円で500万円ほどの損害賠償の訴訟を提起。さらに2014年には自分を殺人鬼と断じた新聞記者に対し、名誉を傷つけたと訴えを起こします。しかし事件当日に借りていたレンタカーの血痕などから、犯行は疑いようもなく、訴訟は全て敗訴。ネット上にはユーザーたちの怒りの声が溢れていました。殺人犯に人権を保障する必要はない。自分が殺した子供たちの人権は全く考えてもいないくせに、自分の人権は主張するのか。ここまで往生際の悪いやつなのよ。この子に及んで言い逃れできるわけがないじゃないのよ。世の中にはですね、異性との距離の詰め方が分かんなくて悩んでる人もね、いっぱいいると思うんですけど、その時にね、こういう卑劣なことをするんじゃなくて、どうやったら自分を高めて異性とこう接せれるかっていうのをね、考えられるようになってほしいですよね、皆さんにはね。事件後、少女2人の両親は PTSD を発症したり、仕事が手につかなくなり、退職を余儀なくされたり、精神的、経済的に多大なダメージを負いました。そうやって人生に絶望する遺族を前にしても、ソンヒョンは依然として無実を訴え、一切罪と向き合おうとはしません。自身の心の弱さから力の弱い子供を狙ったソンヒョンの犯行は卑劣極まりなく、どんな事情があろうと許されるものではありません。たとえ死刑になるまでの短い期間でも、彼が自身の弱さと向き合い、罪を真摯に認められるようになることを強く願います。日本でも児童への性犯罪は後を絶ちません。一体どんな部分に目を光らせていれば、卑劣な犯罪者から子供たちを守れるのでしょうか。